発売から1週間が経ち、ストーリーをクリアされた方が増えてきましたが、皆さんランクバトルは楽しまれていますか？私は楽しんでいるのですが、現在の環境というかルールが HA や HC 特化の火力型が強すぎてポケモンが偏ってきたなと感じています。どれだけ倒されようが、とにかく相手を倒すのが重要な環境なので、メガ進化よりも玉持ちダブちゃんが圧倒的に強い状況です。ただでさえ火力の高いダブちゃんは優秀な剣舞が使えて、ドラゴンダイブや自信も覚えるので環境にドハマり中です。A ランクに上げるまではそれでも楽しめるのですが、A ランク以降のポイントが意味を持たない状況では虚しいです。そんなんじゃねえだろ、俺の求めた部の極みは。ベテロ会長も言っていたので、今回は素早さがランクバトルで通用するのかを試してみます。素早さを重視するということで、今回は2回以上同じ攻撃を使って相手を倒すことをコンセプトにします。当然2回も攻撃すればその間に隙も生まれてしまうので、遠距離から攻撃を仕掛けてすかさずもう一撃食らわせるというのを目指してやっていこうと思います。それを実現するには10万ボルトが最適です。10万ボルトは発動さえしてしまえば地上にいる相手に命中するので、不意打ちを食らった相手が逃げるのを逃しません。さらに10万ボルトの使い手には素早さの高いサンダースとエレザードがいるので都合が良いです。サンダースは S130 でエレザードは S109、LV50 の最速で200と177となります。種族値的にはサンダースの方が適していますが、エレザードには充電があるのでこちらも試してみます。実戦に行く前にまずは素早さが技の発動時間にどう影響するのか確かめます。予想としては素早さの数値がそのままチャージ時間の短縮につながる感じで、種族値の差がそのままチャージ時間の差になるはずです。 S の遅いポケモンは S に振ってもあまり意味がないという感じです。ささっと結果を見ていきます。まずは素早さを上げていない状態で実数値にあまり差がない状態、148と140、さらに高速移動の有無の4つで比較します。差は非常に軽微ですが、素早さ8の差で技の発動からチャージ完了まで 0.25 秒の差が生まれました。そして高速移動はチャージ時間に影響しないことも分かりました。移動速度は上がるので近接物理攻撃では有効です。次は素早さを上げてどのぐらい速くなるのかを確認します。220と201なので72と61の上昇です。なんと今度は4つの差が0秒になってしまいました。つまりこれは素早さによるチャージ短縮には上限があるということです。調整は適当に CS252 で良いかと思われましたが、 S は LV50 の実数値で調整する必要が出てきましたね。素早さによる短縮上限が技ごとに設定されていないのであれば、素早さ8で 0.25 秒短縮なので10万ボルトは素早さ190で上限に達するはずです。ということでヤクザの恫喝でエレザードの金玉を縮み上がらせて努力値をリセットします。あとは素早さを調整して時間を確認。190まで差があり190で 5.46 秒になったので予想通りです。しかし調べたのは10万ボルトだけなので詳しいことはもっと調べる必要があるでしょう。ということで素早さを190に調整したサンダースと ES 最速252のエレザードを使って実践してみます。コンセプトはあくまでも素早さを生かした
10万ボルト2連撃での撃破です。ブラッキーはカチカチでどうせ倒せないので無視します。勾配のグレイシアちゃんがいたので狙ってみます。持ち物は先生の爪を持たせているのですが、いきなり発動しましたね。交代されなければ倒せそうでしたが、しっかり交代してガブちゃん登場。逃げるのみ。サンダースではどうしようもなかったので止め、交代からついでにキルしてしまいました。コンセプトは2連10万ボルトなんだ。赤バフのおかげで良いダメージが入りましたが、疲れているので普通に交代されました。2対1の状況で挟めるのは良いですが、2連10万ボルトを出す隙が生まれません。ドラゴンだらけでサンダースピンチです。ガブちゃんにはダメージを与えられないのでボーマンダを狙ってみます。瞑想ありならそこそこダメージが入った。まだプラスにしておけばよかったです。やりました。交代ができなかったのか運よく2連10万ボルトが決まりました。放送段階ではもっと連射できるイメージだったのでなんか微妙でしたが、移動が速いので遠くからスナイプで見ているのは良いですね。でもやっぱり一撃で倒すなら素早さじゃなくて必死に振るべきですから、コンセプト通りになっても期待通りではありませんね。ガブちゃんに目をつけられました。サンダースだとどうしようもないです。マー交代できれば落とされることもないですかね。今度はエレザードです。さっきは結局2連10万ボルトで1回倒すのが精一杯だったので、今度はもう少し希望を見せてほしいところ。いきなりミスタイプが2匹もいて3走来。2連10万ボルトが決まるかは分かりませんが、10連10万ボルトは決まるはず。強いですね。でもこれなら電流の方が適性が高いんですよね。素早さを生かした2連10万ボルトを決めたい。少し硬そうですが、ガブちゃんにしても足も出ないのでメガニウムを狙います。2割も潰れてないですね。5台で来た。10連10万ボルトでワンパンです。で、それなら素早さ上げる意味がないんだよ。エレザードの二足歩行を見ていたらなんか前にいました。ミクシーがいてくれるとガブちゃんの牽制になるので助かります。ギャラドスに10万ボルトを使いたいところですが、まずは充電。そして隙を見て狙いを定めてからのワンパンはダメなんだって。十分戦えていますが、素早さを生かせる場面が本当にないですね。違う技を2回使うのであればそもそも素早さはいらないですし、同じ技を2回使う隙があれば他の
プレイヤーに持っていかれますから。戦場だと本当に死にステータスかもしれません。一応近接物理を避ける目的では素早さも有効ですが、鈍速ポケモンは相応の耐久があるので逃げる必要がなかったりするので、生存よりもフル優先の環境だと素早さを生かすのは難しいですね。素早さは残念な調査結果になりましたが、先生の爪が結構強いと分かったのは収穫でした。発生が遅い遠距離技とは相性がかなり良いです。発動率は 10% ぐらいありそうです。よく見るとガブちゃん3匹で積みました。エレザードを使っているから呼びやすいというのもありますが、さすがに環境の頂点なので多いですね。その分メタレルポケモンを考えるのも面白いですが、最後にピクシーを狙ってみます。奇跡の2連爪発動きた。あとは充電からの技プラス10万ボルトで倒せる。今レーン。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。